おさらい。ルール無用 JCJC 最大の難所。レーンチェンジ。速くなるほど吹っ飛びやすくなる。ので、ローラーを下向きにして抑え込むのだけど、壁に当たっている側しか効果がないし、こっちの壁を離れて、こっちの壁に当たるまでの間は無力。ローラーを広げればいいじゃん、と思うかもしれないけど、幅を広げすぎるとウェーブセクションが通れないので、他の方法で難所を乗り越えようと模索しているのであった。そんなある日のティータイム。いつものように JCJC を眺めていて思ったことがある。どうしてウェーブは幅が狭いのだろう。パッと見だと一定の幅に見える。壁の形状を平行移動しているからでは？下の壁を基準に同じ幅でオフセットすると、こんな感じの形状になるのだけど、ウェーブは壁の形状をそのまま平行移動しているので、部分的に左右の壁の距離が狭くなってしまっている。バンパーをスライドさせれば良いのでは？この向きの距離は狭いけど、この向きの距離は一定なので、車体の向きを変えずに、前後のバンパーをスライドさせれば、ローラーの幅を広げてもウェーブを通過できるはず。つまり、スタンダードリフト走法でです。ローラー系の影響やスライド量の限界があるので、コース幅ギリギリまで広げることはできないけど試してみよう。というわけで開発を開始する。の前に、スライドするバンパーといえばこちら。昔のミニ四駆ブーム時にはかなりの人気パーツで、定番改造となっていた。しかし速度が遅くなると判明しその後衰退。と思いきや、ジャンプが多い、いわゆる立体コースではその効果が再評価され、新しいスライドダンパーが発売。さらにはカーボン製のパーツまで登場している。というわけでこれを元に独自のスライドダンパーを作り、市販のミニ四駆に搭載する作戦で行ってみよう。改めて開発を開始する。ちょいと設計して、3D プリンターで召喚。アッセンブル。スーパースライドダンパー、通称 SSD の完成。どのあたりがスーパーなのかというと、1、スライド量。元のスライド量が左右で 6mm なのに対し、こいつは 10mm のスライド量を確保した。2、スラスト保持力。上下の2段で支えることで、ローラーの角度が変化しにくくなっている。同じようにリアユニットも作って、こちらのマシンに装着すれば、スーパースライドダンパー搭載ミニ四駆、完成だ。黄色い部分以外は至って普通のミニ四駆。モーターは様子見でトルクチューンを選択。ボディはもちろんこれ、スタンダードリフトといえばスピンコブラ。ちなみに重量は 156.17g。めちゃくちゃ重い、と思ったけどミニ四駆としては普通かも。シェイクダウン行ってみよう。スイッチオン。ゴー。ウェーブで減速してるけどちゃんと走れている。タイム計測。ほぼ普通のミニ四駆なので、普通のミニ四駆のような走りだ。タイムは 5.53 秒。なんて平和なタイムなのでしょう。ウェーブの抜け方はこんな感じ。ちょっと車体の向きが変わっちゃってるけど、SSD はしっかりストロークしている。ちなみにバンパーを固定すると、こんな感じで弾かれてしまう。さて、ここからはスピードを上げていこう。つまり、禁断モーター、プラズマダッシュの出番だ。2角バッテリーがよく似合うぞ。果たしてどんな走りになるのか。スイッチオン。ゴー。おお。ちょっと速くなったけど思ったほどではない気が。あれ？どんどん失速している。タイムは 5.96 秒。トルクチューンより遅くなってしまった。シンプルにバッテリー切れのようだ。古すぎて弱ってしまっているみたい。ここは、いつものバッテリーをアンロック。これでパワー不足は解決する。重量は 20g くらい軽くなった。ボディで見えないけどすごいバッテリーを積んでいる。スイッチオン。ゴー。速っ。いや、この組み合わせにしては遅すぎる。タイムは 3.23 秒。3秒すら切れなかった。そして減速も激しいので一旦回収。
多分タイヤのグリップが強すぎるんだと思う。ウェーブで強制的にスライドさせているし、車重も大きいのでカフカになっている説。ここから劇的に速くするのは難しそうだけど、もうちょっと先を見てみたい。ので、悪あがきを開始する。まずは自作のタイヤとホイールに交換。タイヤのグリップを減らしつつ軽量化する狙い。そして駆動。カウンターギアをがっちりホールドすることでロスを減らす。それとボディがとても重いことに気がついたので、団長の思いでボディをオミット。これで重量は 115.2g。先ほどより 20g 以上軽量化できた。それでもルール無用としてはかなりの重さ。これで速度が上がってくれないと積む。スイッチオン。ゴー。今度こそ速くはなったけど盛大に吹っ飛んでしまった。ここから何回かローラーの角度を微調整。スイッチオン。ゴー。どうだ？よし。タイムは 2.14 秒。なかなかのタイムが出た。ここでスローを見て気がついたことが、このマシンは重すぎるのか、LC の壁が押されて広がってしまっている。せっかくローラー幅を広くしたのに台無しである。これ以上軽量化するにはモーターがネックになるので、これを、こうして、こうじゃ。シャーシに搭載するとこんな感じ。せっかくなのでカウンターギアを省略して、スパーギアを直接回すようにしてみた。ちなみにこのギアはユトリン氏からいただいたもの。これでさらに 7g ほど軽量化できた。謎のゴールドミニモーターの威力を見よ。スイッチオン。ゴー。あれ？止まってしまった。一発でモーターを釈迦にしてしまった。文字ブレーキの時は壊れなかったけど、今回は負荷が大きすぎたか？私はあまりモーターを壊さないことだけが取り柄だったのに。最終的な記録は 2.14 秒と、アンダー2秒バトルには参加できなかった。ローラー調整でもう少し良いタイムが出そうな気もするけど、根本的な重量問題が立ちはだかるので、この先はマシンを一から作った方が良いかもしれない。おまけ。3D プリンターで召喚。アッセンブル。フレーム湾曲スライドシステム&パッシブステアリングマシン。ツインベンダー、バッタン。進化ポイントの解説。このマシンはその名前の通り、左右2本のフレームをしならせることで、前後のバンパーをスライドする。と同時に、左右独立の駆動輪が向きを変えることで、タイヤをスライドせずにウェーブを駆け抜ける。それと駆動輪が前後ローラーの中心にあるので、タイヤの向きとコーナー R の接線が一致し、ロスの少ないコーナリングが可能。さらにマシン重量は 43.79g。先のマシンから約 64g も軽量になった。電池、モーター、ボディ、シャーシ、そして四輪駆動すらも捨て去った。すべてはその先の走りを見るため。スイッチオン。ゴー。おや？ LC はどうだ？超えたぜ。あ。止まってしまった。スローで見ると、LC はほとんど浮かずにクリア。しかしその後、90度向きが変わって停止。路面には溶けた跡が残ってしまった。ここはシンプルに、全長を伸ばしてみよう。ついでにグリップが高いタイヤに交換してみた。長ければ横向きになることはないはず。スイッチオン。ゴー。おお、速いぜ。あれ？減速したー。スローで見ると、外レーンのウェーブは綺麗に通過。しかし、LC の下を通った後からマシンのしなりが激しくなり、中央レーンはなんとか通過するも、ビヨンビヨンしたまま内側レーンに突入。そして、思った以上に激しくしなってしまっているので、たまたま引き出しに入っていたこいつを使って、リミッターをつけてみた。対角線に張った糸によって過剰な変形を抑えつつ、
しなりの振動が発散するのも回避する3段。見た目は細いけど耐荷重は約 2.7 キロらしいのでなんとかなるはず。ちなみに真ん中の糸は対角の糸がたるんだ時に、駆動に絡むのを防いでくれる。間に合わせ感がすごいけど、なりふり構ってらんないの、余裕ないのよ、今。スイッチオン。ゴー、はぁ、逆走 ?LC 入った。タイムは 1.36 秒。と思ったけど逆走は脳幹か。貴重な逆走 LC のスロー。綺麗な空中姿勢。そして見事に全部の糸が切れてしまった。走行中のマシンにかかる負荷ってすごいんだな。しかしこれより太い釣り糸は持っていないので、手持ちで使えそうな糸を持ってきた。マシン名は、ツインベンダーストリングス。小学生が夏休みに作った工作かな？タコ糸リミッタービヨンビヨン。スイッチオン。ゴー。早い。おー。来たー。タイムは 1.91 秒。スローで見ると、リア左サイドがかなりギリギリで、最後は下段が引っかからずに飛んでしまった。というわけで下段をゴムローラーに交換。これで安定している C を通過できるはず。そしてバッテリーを満タンにした。スイッチオン。ゴー。早い。あれ？急に遅くなったぞ。あやとりになってしまった。今回はサンダードリフト双方のミニ四駆から、斜め上に進化させたマシンを開発。しなりを利用したマシンは、ギミックの動く向きや、量、タイミング、逆に動いてほしくない向きやタイミングなどが、想定通りにならなくて難しかった。最終的には小手先の対策で自己ベスト更新までゴリ押しできたけど、改善したい点はたくさんあるので、全面的にアップデートしたマシンを開発したいと思う。